くも騙したわね。あなたが勝手に勘違いしただけじゃない。私のシャネルのバッグは？ミニクーパーは？ヨーロッパ旅行の代金は誰が払うのよ？あなたでしょ？勝手に期待して絶望して自滅していく。その夢を叶えるために不幸を願われた私は軽蔑しきった目でそれを眺めていた。私は陽子。お裁縫が好きな65歳の主婦だ。主婦といっても去年夫を亡くしているため一人暮らしをしながら自分の身の回りのことをしているだけなので主婦とは呼べないかもしれない。10個年上だった夫は当たり前のように私を置いて行ってしまったけれど、私が働かなくても生活できるくらいの株を残してくれた。私は株の知識が皆無なので、夫が運用していたままの状態で手もつけてない。それでも毎年配当金がたっぷり入ってくるから、下手に売り買いして資産を減らすよりも安心だろうと自分に言い聞かせている。ああ、一人暮らしじゃなかったわ。ミケちゃん、どうしたの？お腹空いちゃった？白地に茶色と黒のブチ模様の三毛猫。ミケが私の足に頭をすりつける。今年18歳になるミケは人間で言うと88歳。私よりもさらにおばあちゃんだ。最近は白内障も進み、寝ている時間も長くなったけれど、それでも時々こうやって甘えに来てくれる。子供たちが巣立った時、夫が亡くなった時、いつもそばにいてくれた私の大切な家族だ。そんな私には38歳の娘、レイと35歳の息子、カイトがいる。二人とも仕事と家庭を持ち、立派に社会人を全うしている。娘は一人になった私を心配して、時々顔を出してくれる優しい子だ。息子は楽観的で私のことを全く心配していないけれど、それはそれで気楽なものだ。問題は息子嫁の沙織だ。ちょっとお母さん、シャインマスカットなんて買って、年金暮らしなんだから贅沢しちゃダメって何度も忠告してるじゃないですか。沙織さん。週末、アポイントもなく突然我が家に現れた息子嫁が勝手に台所の冷蔵庫をチェックして文句を言ってくる。どっちが姑だかわからない荒探しに彼女のご両親はきちんと娘に常識を教えてあげたのか疑いたくなる。心配しなくても大丈夫よ。他で節制しているから。それに一生で食べられる回数も決まっているから好きなものを食べたいじゃない。もう、そういう考えのお年寄りが老後破産するんですよ。お金がなくなっても私たちに頼らないでくださいね。はいはい。気のない私の返事に息子嫁がキーッと甲高い声でわめく。息子嫁が苦手なミケはタンスの上で尻尾を小さく振った。去年夫が亡くなってから息子嫁は毎週のように我が家に突撃してはあれやこれやとケチをつけてくる。ちょっとお高い食材があれば、年金暮らしのくせに贅沢して。新しいお洋服を買えば、年金暮らしのくせに余計なもの買って。お友達と旅行に出かけて留守にしていると、年金暮らしのくせに無駄遣いして。とわざわざ文句の電話を入れてくる。確かに息子嫁の立場からすれば、一人暮らしで働いてもいない年金暮らしの姑が浪費をして自分たちに負担にならないか心配なのもわかる。だから適当に受け流していたけれど、毎週毎週続くものだからいい加減しんどくなってしまった。金曜日になると息子嫁の顔を思い出して頭痛がするくらいだ。仕方なく息子に相談すると、嫁もお母さんを心配しているんだよ。と楽観的な答えしか返ってこない。
それでも私が食い下がると、最終的に息子嫁に掛け合ってくれると約束してくれた。これで今週末はミケと心安らかに過ごすことができる。そう思ったのに、息子嫁はまたもや我が家に突撃してきた。しかも、いつものしかめっ面じゃなくて、ニコニコの笑顔で。もう、お母さん、水臭いですよ。え？カイトから聞きましたよ。株で1200万円稼いでいるんでしょ？私の反応ににまにまと息子嫁が笑みを深める。どうやら息子は姑の金銭事情を心配して我が家に突撃する息子嫁を安心させるために、私が株の配当金で暮らしていることを説明してしまったらしい。別に隠していたわけではないけれど、なんとなく彼女に教えるのは嫌な予感がするから黙っていたのに、案の定、息子嫁が我が家に突撃してくる日々は変わらなかった。それどころか息子嫁は、私から配当金のおこぼれをもらおうとすり寄ってきた。荷物持ちになるからと私をスーパーに連れて行っては、自分の欲しいものを勝手にカゴに入れたり、お勤め品の少し傷んだ果物を持ってきて、うちにある肉や魚を持って帰ろうとしたりした。恐ろしいほどの手のひら返しにドン引きし、理由をつけては買い物や施しを断った。それでも毎週通い続ける息子嫁の卑しさと根性に、私は辟易した。もうお母さん、あの人のこと出禁にしたら？私とミケの様子を見に来てくれた娘がせんべいを食べながらため息をつく。でも一応カイトのお嫁さんだからね。息子夫婦が結婚したのは夫が亡くなる1年前。30歳を過ぎても女っ気の全くない息子が結婚したいと女性を連れてきた時は、夫婦で涙を流して喜んだものだ。そんな息子が選んだ女性だから、母親として大事にしたい気持ちもあるけれど、やっぱり一度きちんと話した方がいいかね。そうよ。不安だったら私も付き合ってあげるから。話は変わるけれど、昨日病院行ったんでしょ？どうだった？娘が話題を変える。そう、今日娘が我が家に来た一番の目的はこの話だ。検査してみたけれど、やっぱり厳しいみたい。半年持てばいい方だって。そっか。もう年だものね。娘が寂しそうに目を伏せる。私も膝の上にいるミケをそっと撫でた。手術をすれば余命を延ばせる可能性もあるみたいだけれど、心臓が耐えられるかどうか。それだったら家で静かに余生を過ごした方が幸せかなって思ってね。私はお母さんの意思を尊重するよ。ありがとうね。娘だっていろいろ思うところはあるだろう。それなのに私の気持ちを優先してくれる優しさに心からありがたいと思う。その時、どこかでバタンとドアが閉まる音がした。あれ？他にも誰か来てるの？そんなはずは。娘と目を合わせ、恐る恐る廊下に顔を出す。あらやだ、玄関の鍵が開いてるよ。ごめん。娘が慌てて玄関ドアの鍵を閉める。他の部屋を確認してみたけれど、特に異常はなく、娘とほっと胸をなで下ろした。それから次の週末、息子嫁と話し合うと娘に約束したものの、そんな時に限って息子嫁は我が家に現れなかった。その次の週末も、その次も、あんなに通い詰めていたはずの息子嫁が我が家に来ることはなかった。急にぱったりと途絶えた訪問に違和感を覚えつつも、嫌な話し合いをする手間が省けてほっとする。息子にそれとなく探ってみると、最近の息子嫁は友人たちと遊んだり、買い物に出かけたりしていることが多いらしい。
さすがの息子嫁も己の行動を顧みたのかもしれないとポジティブに捉えることにした。しかし息子嫁の思考は私の理解の範囲を思いっきり突き抜けていた。息子嫁が我が家に来なくなって半年後。なんでピンピンしてるの？え？以前みたいに突然我が家に突撃してきた息子嫁が口から唾を飛ばしながら怒鳴りつけてきた。意味がわからない私は当然ポカン顔だ。どうしたのよ、沙織さん。全くわけがわからないわ。わけがわからないのはこっちの方よ。なんで生きてるのよ。は？余命半年なんじゃないの？え、誰が？とぼけないで。お姉さんと話しているのを聞いたんだから。あんたが余命半年で手術する元気もないから家で余生を過ごすって。私が余命半年？余生を家で過ごす？身に覚えのない情報を突きつけられて、さらに頭が混乱する。そんな私をしらばっくれていると勘違いした息子嫁は、逆上して雄たけびを上げる。みっともなくしがみついてないで、さっさと行きなさいよ。じゃないと株が手に入らないじゃない。は？彼女の心の内の暴露に頭から血の気が引く。何を聞いて、勘違いして怒り狂っているのかはわからない。わかったのは、この女は私の余命が少ないと思い込み、大喜びしていたってこと。私の遺産になるはずの株を狙っているということ。だから命の残りが少ない姑に媚びを売る必要はないと思って家にも来なくなったのね。なんて最低で愚かな女なのだろう。同じ人間だと思いたくもない。息子の嫁だと思って気を使っていたけれど、もういい。息子を敵に回したって、姑の不幸を心待ちにする女が義理の娘なんて耐えられないわ。残念だったわね。私はちょこっと血圧が高いだけの健康体よ。夫が残してくれた株のおかげで食生活に気を使えるからね。そんな、でも私はこの耳で確かに聞きました。お母さんがお姉さんに余命半年だって話しているのを。姑の臨終を諦めきれない息子嫁が必死に食い下がる。失礼を通り越してもはやすがすがしいくらいのクズだ。ミケも息子嫁の甲高い声が気に入らないようで、仏壇の部屋から不機嫌そうににゃーと泣いた。ごめんねミケ、騒がしいわよね。あ、ミケの顔を見た瞬間、半年前の記憶がパッと蘇った。もしかして、ミケが余命半年だって話を聞いていたの？え？そう。半年前、娘と話していた時に、確か誰もいない場所で物音がして驚いたのを思い出したのだ。あれが私たちの話に聞き耳を立てていた息子嫁が、私が余命半年だと勘違いして浮かれて出て行った音だったとしたら全てつながる。確かにあの時ミケを病院で検査して手術をしないと余命半年だって娘と話したわ。なるほど。それで勘違いしたの。愚かね。理由が分かってすっきりした。まるで脳トレのような爽快感を覚える私と対照的に、息子嫁は混乱したように頭をかきむしっている。ちょっと、勝手にすっきりしないでください。猫はピンピンしてるじゃないですか。くだらない嘘で私は騙せませんよ。ピンピンなんてしてないわよ。体の中はボロボロよ。お薬とこの子の生きる力のおかげで、まだ食欲があるのが救いだわ。そんなこと言われたって。じゃあ、病院の受診履歴や検査結果を見せてあげましょうか。私の定期健康診断の結果と一緒にね。言葉でいくら説明を受けたって納得できない気持ちはわかる。だったら、
目の前の現実を受け入れられるよう、数値で証明してあげようじゃないか。そんな。堂々とした私の振る舞いに、息子嫁もついに自分の盛大な勘違いを理解したようだ。力が抜けたように、がっくりと床に手をつく。じゃあ、シャネルのバッグやミニクーパーのローンは？ヨーロッパ旅行の代金は誰が払うの？誰って、あなたが買ったならあなたでしょ？そんなの無理よ。お金が手に入ると思ったから、限度額まで借りまくったのに。仕事だって今月辞めるって言っちゃったのに。大人が子供のようにメソメソと泣き出す。この嫁、株をいっぱい持っている姑の余命が半年というご情報でそこまで浮かれてしまったのか。怒りを通り越して呆れるばかりだ。カイトもどうしてこんな女性を選んだのかしら。そうだ。私が借金まみれになったら、旦那であるカイトも道連れですよ。大事な息子のためにも生前分与してください。妙案だとでも言うように目をギラギラさせる息子嫁が汚らしい取引を持ちかけてくる。当然受け入れるわけがない。母親の命が残り少ないことを喜ぶ嫁の味方をする息子なら、あなたと一緒に地獄に落ちたらいいわ。何のためらいもなく一刀両断にする私に絶望した息子嫁は、断末魔のような声を上げてぱったりと床に倒れ込み、そのまま微動だにしなくなった。仕方なく私は息子の仕事先に連絡を入れ、今すぐ嫁を引き取りに来ないと絶縁すると脅した。その後、息子に事の顛末を説明すると、顔を真っ赤にして震え出した。どうやら息子は息子嫁が善意で私の家に通っていると本気で思っていたらしく、息子嫁も私の余命が半年だという話を全くしなかったようだ。息子は夜勤の仕事が多いから仕方ないのかもしれないけれど、夫婦間のコミュニケーション不足感が否めない。それでも息子の態度を見ていれば、母親の余命が半年だなんて勘違いしなかっただろうに、息子嫁も多額の遺産が手に入ることで頭の中がお花畑になってしまい、全部都合のいいように解釈してしまったのだろう。息子も息子で、息子嫁の身なりや車が派手になっていっても、嫁は稼いでるんだなぁと楽観的に捉えていたらしい。息子嫁の非道すぎる計画に息子もさすがに目を覚まし、問答無用で息子嫁と離婚。借金まみれで職も失った息子嫁は当然抵抗したけれど、あちらのご両親に事情をすべて説明すると、青い顔で土下座し、息子嫁の腕を掴んで強制的に判を押してくれた。息子にも非があるので、慰謝料は請求しない代わりに、二度と私に近づかないことを約束してもらった。金づるである息子と姑に逃げられた元息子嫁。自分の両親にも、こんな恐ろしい人間とは暮らせないと拒絶されて実家に帰ることを許されず、職場にも再雇用を頼んだようだけれど、全く受け入れてもらえなかったようだ。きっと職場でもあんな高圧的な態度で自分より弱い立場の人間を攻撃していたのだろう。それでもローンの支払いが免除されるわけがなく、前の職場の半分程度の給与の仕事に再就職し、給料のほとんどを支払いに充てるような生活を強いられているらしい。ミニクーパーもヨーロッパ旅行も諦めればいいのに、友達に自慢してしまったから後に戻れないという。まあそんな地獄のような日々に耐えて塩らしく反省できるような人間なら、姑の遺産を狙って豪遊するわけがない。ある日玄関先を吐いていると、仲のいいご近所さんである佐藤さんに声をかけられた。陽子さん、株はいらないかい？今年は株が好調すぎて持て余しているのよ。ただでいいからもらってくれないかい？ただなんて申し訳ないわ。ちゃんと定価で。
いやいや、それじゃあ売りつけるみたいで。お互い一歩も譲らず言い合っていると、突然ボサボサの髪の女性が出しゃばってきた。株がいらないならちょうだいよ。ただでもらってあげるから。は？第三者の割り込みに困惑し、まじまじとその顔を見てハッとする。目がくぼみ、肌も声もガサガサで気づかなかったけれど、このずうずうしさはよく知っている。元息子嫁だ。思わず身構える私に対し、彼女のことを知らない佐藤さんはニコニコと手元の袋を差し出した。若いのに株を好むなんて嬉しいね。ほら、たっぷりあげるから好きに食べてくれよ。え？差し出された袋を奪うように受け取った元息子嫁は中身を覗いてピタッと固まる。これは？株ね。佐藤さんが育てた大きな株よ。ブルブルと唇と手を震わす元息子嫁。どうやら今度は株と株を勘違いしたらしい。ベタすぎる展開に思わずふっと吹き出してしまった私を見て、彼女の顔はみるみるうちに真っ赤になった。いらないわよ、こんなもの。みんな私を見下しやがって。株を放り出して泣き叫びながら去っていく元息子嫁は滑稽で仕方ない。なんだい、最近の若いもんは急に切れて恐ろしいわね。悲しそうに株を拾おうとする佐藤さんを遮って袋ごと拾い上げる。あんな人の方が珍しいわよ。それよりも佐藤さん、この株はやっぱり私が買うわ。あら、本当にいいのかい？もちろんよ。価値があるものにはきちんと対価を支払うのがモットーなの。私が最後までまっとうに生きられるように。そのために夫は私に遺産を託してくれたのだ。元息子嫁には恨みも憎しみもほとんど残っていないけれど、私への接近禁止命令を破ったのはいただけないので、弁護士を通して制裁を実行。さらに借金を増やした元息子嫁は、私が老いぼれでも甘くもない人間だとようやく理解し、二度と私に近づいてくることはなかった。それから半年後。お父さん、ミケ、今日もいいお天気よ。朝、仏壇のある部屋の窓を開けながら、いつも通り一人と一匹に声をかける。ミケは、ミャオと小さく返事をして、また夢の中へ戻ってしまった。余命宣告をされてから1年とちょっと。19歳を超えたミケは、一日のほとんどを夢の中で過ごすものの、今もまだ小さな鼓動を立てながら、私の隣で生きている。この幸せはお金に換えられない。でもお金があるからこそ、ミケの命が続き、私も元気に過ごせているのも分かっている。だから夫には感謝しかない。さあ、今日は何をしようかしら。雲一つない青空の下で一人分の洗濯物を干しながら贅沢な独り言をつぶやいてみる。頬に触れる風からは夏の始まりの爽やかな匂いがした。